33の GTR ミッドナイトパープル、ニスモのフロントバンパー、ニスモのフロントリップスポイラー、これとこれ分割なんですよ。じゃあいくらだと思いますか？この内容だったら買い取りで800からもうちょっとつけてもいい。はい、よし君こんにちは。こんにちは。こんにちは。もう10月も終わりですね。終わりです。終わりですね。はい、今日はこれ1本だけで撮影で朝10時20分、はい、ちょっといつもよりも早いね、はい、やっていきましょう。はい、今日はですね33の GTR はい、の結構特別な車を特別、はい、はい、紹介できればと思います。でこれこの車自体は、一応ホームページには載ってはいるんだけれども、売り物にしようかどうしようかずっと悩んでた車で、はい、YouTube にもこれ出てくるの初めてでしょ。そうです。でインスタとかでもこれ単発でこうフォーセールみたいな感じで出してもいなかったので、はい、売ろうかなどうしようかなもったいないなって思って取っていた車なんですけれども、もうあえて出そうと。っていうことは売ろうかなと、売りに出そうかなという感じでございますんで、今日紹介させてもらえればと思います。はい、見てもらってる人は分かるかもしれないですけど、僕3人の GTR 持ってるじゃないですか。はい、でもう1台34持ってるじゃないですか。はい、33これも実は個人名義、僕の個人名義にしてるんですよ。で、自分で乗ろうかなと思ったんですけど、はい、やっぱりね3台はなかなかちょっと厳しいと。323334。そう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 。はい、やっぱりなかなか車3台持つのってきついよね。でそれ以外にも自家用が3台あるわけじゃん。はい、だからそうすると全部で6台で1週間1台乗ったってさ乗れないわけで、はい、でそれ以外にも車屋さんですからやっぱ入った車を試乗したりとかするのに、はい、じゃあ帰りちょっと乗って帰ってくるっと回って自宅に帰る、そのまま乗って帰ることとかもあるので、はい、実質的にやっぱ多分持っててもほとんど乗れない。で事実これ多分ね1年は経ってないけど多分10ヶ月ぐらいは持ってるのかな。はい、なんだけど多分ね500キロぐらいしか乗ってないです。でバッテリーももうじき上がりそうと、昨日充電したんだけどさ、はい、っていうところがあるので、やっぱりそこに眠らしといてもやっぱ車ってもったいないですから、はい、欲しい人がいたら買ってもらえればというので、紹介できればと思います。よし、これはなんで特別な GTR なんでしょうか。何が普通の GTR と違うんでしょうか。33色お紫、はい、何紫なんていう正式名称。パープルなんとか。パープルなんとか。パープルなんですか。パープルメタリック。パープルメタリック。なるほど。多分ね聞けばわかる。ミッドナイトパープル。ミッドナイト。そう聞いたことあります。聞いたことあるでしょ。はい、なんかこうパープルといえばミッドナイトパープルってちょっとあれだけどね、 GTR の歴史の中でミッドナイトパープル、これが一番初めに出たミッドナイトパープル、はい、で34の方だとミッドナイトパープル2、ミッドナイトパープル3っていうのがあるんだけれども、はい、パープルで出たのは3人は確か紫なかったよな、なかったと思うので、はい、この33のミッドナイトパープルから始まったと思います。33から、はい、はい、もし3人あったら紫あったらごめんなさい、コメントで教えてくださいっていう感じです。はい、実はそこら辺のね昔の知識あんまり知らない。はい、はい、っていうのがあります。そう、今言ってもらったように、この車何が特別かっていうと、とにかく色、ミッドナイトパープルって色が、特別な1台という形で、はい、これ多分探してる人も多くて、でしかも探してもなかなか出てこない車だと思うので、はい、ちょっと紹介させてもらえればと思います。なので本日よろしくお願いします。お願いします。はい、では早速やっていきましょう。ここからは台本を見ながらやりますよ。ではですね、車のスペックをお伝えすると、はい、この車、年式でいうとね平成10年式4月登録の車、西暦でいうと1998年のモデルになります。で1997年の2月に、後期型になっているのね。で、それの後期型の、最終モデルという形になっております。で走行距離はなんとですねニスモメーターに交換してるんだけれども、はい、それ合わせて実走行で87,700キロ、めっちゃ少なくない？少ないですね。少ないよね。はい、で、色はミッドナイトパープル。車検は来年の9月まで残っているお車。で、グレードに関しては GTR の V スペックになります。はい。はい、っていう形です。で、外装をね、ちょっと一周くるっと見ていただくとですね、はい、本当に綺麗なんですよ。塗装面もめちゃめちゃ綺麗で。ちょっとほこりかぶっちゃってるけれどみたいな感じなんですけど、はい、綺麗ですね。
でまあパッと見ほとんどノーマルの車になります。ここまで OK ですね。はい、はい、でね、この車はですねオークションで買ってきたわけじゃなくて、はい、これお客さんから買い取りでいただいたお車なんですけれども、はい、よしちょっと覚えてるか、110系のマーク2の黒いやつだったの覚えてる？ああ覚えてます。覚えてる、はい、あそこで撮ったやつね。はい、ね、あれも買い取りでさインスタで知り合ったお客さんから紹介してもらって売ってもらったじゃん。はい、この車もですねそのシルビア乗りの、お客さんから紹介してもらった買い取りの車なんですよ。あ、そうなんですね。そう、はい、で、愛知のお客さんで、はい、でこれ俺が直接車見に行かしてもらって、はい、買わしてもらった車っていう感じになってます。はい、ちなみに一番初めに相談来てからね買い取り成立までだから半年ぐらいは経ったのかな。やっぱ売ろうかなどうしようかなと思ってる友達がいるんですって来て、はい、で値段大体これぐらいじゃないですかねみたいな話をしてて、はい、で、まだ売らないみたいです。もうじき売るかもしれません。もうじき売るって言ってますみたいなこんなやり取りがあって、はい、でその都度相場、今これぐらいです今これぐらいですみたいなお話をさせてもらって、はい、でいよいよ売られるっていうタイミングで実際に車見に行ってで、いただいたという形の車です。でしかもこの車ちゃんとこう倉庫にガレージに入ってた車、ガレージ保管の車でさらにガレージの中に、シートカバー、なんだっけ毎回忘れてボディカバーか、そうボディカバーをちゃんとかけて保管してた車なので、だからこそこの艶輝きといいますか、はい、っていうのが維持できるという形ですね。はい、コーティングもキーパーのコーティングやってあるのでかなり塗装のコンディションの状態はいい車になってます。はい、じゃあ早速社外品からいきますか。社外品という方はオプションパーツといいますか、はい、この車さっき、一見パッと見ノーマルなんだけれども、はい、細かいところはちょこっと変えてあって、まずはニスモのフロントバンパー、これですね。ニスモ、はい、ちなみに外人の人はニズモなんだよね。ニスモじゃないらしい。そうこのニスモのフロントバンパーに、はい、ニスモの、フロントリップスポイラー、これとこれ分割なんですよ。あ、別。うん。はい。でもともとついてたのは、前期のリップスポイラーがついてたのよ初めはね。はい、でそれをやっぱり合わせたいから後期のやつを注文してでこれつけたの。俺がつけたっていうかバッキ屋さんにやってもらったんだけどさ。そうなんで、ニスモのフロントバンパーエアロー、ニスモのフロントリップスポイラーがまずフロントついてます。はい、でサイドスカート、サイドステップもこれもニスモです。ニスモ製のサイドステップがついているという感じです。で次リアに関しては、純正オプションの、マットガードがついてます。はい、で実はねニスモのリアバンパースポイラーやっぱ合わせたいじゃん。頼んだんですよこれ買った時に。もうだからさっき言ったように8ヶ月9ヶ月10ヶ月ぐらいですか。はい、まだ来ないです部品が。まず注文してるけど来ない。待ってるんですね。はいっていう形です。だからもうこれはこのまま、売る形になっちゃいますね。であとは、ニスモのリアスポイラーオーナメント、これですね。これ結構さ色あせちゃってる車多いんですけど、これ見ていただくと綺麗な状態が保たれているのが分かると思います。ピラーのガーニッシュなんかも同じくですねという感じです。であとは、フロント、これは純正オプションかな。フロントのフードトップモールですね。という感じでございます。外装に関してはこんな感じで、サスもアルミもノーマルで、マフラーに関してはさっきちょっとさ移動の時に排気音聞いてもらったじゃん。はい、フロントパイプ、駅マニももちろんそうだしフロントパイプ、あとリアマフラーね、はい、リアマフラーも全部ノーマルなんですよ。リアマフラーノーマルでしょ。ノーマルの2本だし。はい、そうですね。なんだけど触媒だけですねレイマックスのスポーツキャタライザーが入っているという形になっております。なんで触媒だけって思うかもしれないんですけど、はい、これお客さん前ね、レイマックスの触媒に、レイマックスのねチタンのねチタンのマフラー入ってたんですよ。はい、でそのマフラーだけは、売っちゃったんですよ。それ本当欲しかったんだけど売っちゃったんですよ。でノーマルに戻しちゃったので、触媒だけ残ってて、フロントリアはノーマルという形に、なっております。はい、外装はこんな感じでございます。はい、じゃあ、次は、外装の傷をちょっと
チェックしていきますが、さっき言ったようにほとんど、目立つ傷はないんだけれども、ここら辺ちょこっと飛び石傷がこう、あったりとかはありますが、特に目立つものはなく、何せヘッドライトが綺麗、とにかく綺麗ですね。こっちもそうですけど、とにかく綺麗です。ですね。でこっち側は汚れか。特に目立つ傷ないですよね。横から見てもらっても。あとはここか。運転席のここにちょっと薄い線傷が。磨いてさらに薄くはできるけど、多分完全に取るのはちょっと難しいかな、っていうのがあるぐらいです。はい、という感じです。タイヤの山もまだ全然残ってますんで、ちょっと年式が古いかな。2018年か、5年前ぐらいのタイヤかという形ですね。じゃあ次は、内装を見てみましょうか。内装を見るときはちょっとエンジンもかけちゃおうかな。かかるかな。そうなんですよ、バッテリーが弱いんですよ。はい。内装でね変わってる部分はね、まずは何といってもメーター。メーターがニスモのメーターに変わってて、このメーター自体はね、平成11年10月の時に交換してて、5150キロの時に日産のディーラーで交換してるんですね。今映ってるのが8万3000キロぐらいだっけだ。それプラス5000キロ足してもらったのが実際の走行距離という形になりますんで、8万8000キロぐらいかで思ってもらえればいいと思います。何度も言うように、その日産のディーラーので交換してて、日産ディーラーの記録簿がありますから、実走行車という形になりますので、安心してもらえればと思います。で3人もそうだけれども、このニスモのメーターに3連メーター、真ん中のメーターも、ニスモのメーターに変わっておりますので、ここも、一つポイント高いんじゃないでしょうかっていう感じでございます。今はもう売ってないからね。であとはついてるのが、ターボタイマー、その灰皿のところの位置、灰皿の位置してるところでいうと、ターボタイマーとか、あとアテサのトルクスプリットコントローラーっていって、トルク配分をこう任意で変えられるコントローラーがあるんですけど、それがついてたりとか、あとは一応リミッターカットもされてるという形になっております。で内装も全体見てもらうと、ハンドルだったりシフトだったりシートだったりダッシュボードだったり、とにかく綺麗という感じですね。でこの車はね、後期型なんで、後期型はシートのここが赤ですから、そこでステッチが赤なんですよ。ここが赤だったり、シートのその真ん中のここね、こことかも赤のラインが入ってたりとかっていうのがありますし、ハンドルもね、前期と後期だと全然違って、ちょっとスタイリッシュになってるんですよ。前期の土初期っていうか、一番初めの方はね、結構座布団みたいなでっかいハンドルなんですけれども、ちょっとスタイリッシュな、ハンドルに変わってたりとかっていうのが後期型の変更ですね。でこの車唯一の、故障箇所かつそのままになっているのが、ドアミラーが格納しないです。そう、これね33でも結構あるんだよな。あ、右は格納した。違うんだよ、触っちゃダメだったんだっけな。開かないんですよ。格納するけど格納するけど開かない。で角度調整はできるんですよ。で俺初めその両方動き悪かったから、あれスイッチが調子悪いのかなと思ったの、でスイッチ頼んだらスイッチがダメかなと思ったら、ミラー本体でしたっていう話ですね。で、これは今部品を集めようかなっていうか、結局そのままになっちゃってるんだけれども、33のミラーもね今高いんですよ、中古でも。だからどうしようかなとか思ってる感じでございます。じゃあ次はエンジンルーム行きましょう。よっ。エンジンルームの中もこんな感じでございます。ほとんどノーマルよ。
で多少ちょっと、メンテナンスの範疇での手は入ってる。例えばラジエーターこれ変わってたりとか、ラジエーターがねこれ紅葉のレーシングラジエータータイプ S フレックス高熱塗装バージョン3っていうのが入ってます。長くてすいません。長いですね。っていうのが入ってたりとか、まあ、ここのパイプ変えてたりとか、あとインタークーラーのパイプが HKS の入ってたりとか、はい。ヒューエルポンプがサードのヒューエルポンプが入ってるのか、はい。であとはクラッチ、まあ、こっちがかけたいけどクラッチはニスモのスポーツクラッチキットが入ってるという感じですね、そのぐらいか。でバッテリーが、オプティマのイエローバッテリーっていうのが入れてあるという話です。はい。なのでどっちかというとチューニングっていうよりかは、まあ、メンテナンス、まあ、インタークーラーの配管とかちょっと出てたけどエンジンとかはもちろんノーマルなんですね、タービンとかも。はい。であとエアクリーナーが、重性交換タイプのエアクリーナーが入ってる。 HKS だったかな。でブリッツだ、はい。ブリッツのエアクリーナーのフィルターが入っているという感じでございます。じゃあヨッシー君、もう何度も GTR やってると思いますが、はい。スポーツカーっていう言ったらいいですかね、どこを注意すればいいですか？僕がいつも気にしているところはエンジンルーム、エンジンルームの中でどこですか？ストラット。お、素晴らしい、はい。ですよね。この年代の日産車は何度も毎回動画でいつも言ってますけど、はい。ストラット周りのサビはい。がやっぱりチェックポイントとして重要になってくると。昔かアールズミーティング行った時にさ、ここだけ売ってたとか、なんとなく覚えてる。ここだけなんか作ってる会社があってさ、ここだけの部品。そう、はい。あれがなんか売れに売れてるらしくて、まあそれぐらい売れに売れてるぐらい、要はここ錆びるんですよ。はい。で洗車すると上からここ水いってここら辺に水がちょっと水滴がついたりとかするっていうのもあるんだけれども、はい。どっちかというとタイヤハウス側から雨の時とか吸って、でそれが上に上がってきてこの下で錆びて、でそれが下から浮かび上がってくるっていうような感じなんですけれども、はい。この車に関しては見てもらって分かる通り、もうつなぎ目めちゃ綺麗で、はい。向こうだけねちょっとだけねシールの割れが確かあったんだよな。これか、まあ、これどっちかというとサビっていうかシールがちょっと割れてるって感じですけど、はい、ただめちゃめちゃ綺麗ですよ。全体的にはだいぶ綺麗ですね。そうなんですよ、はい。っていうこれも、とてもポイントが高いはい。と思っております。 OK ですね。はい。はい、まあ、もちろんアイドリングも安定してるし、はい。フケとかもこんな感じで触媒が入ってるからなのかな、なんかノーマルよりもちょっとこう軽く吹けるようなイメージはあるかな。こんな感じです。じゃあ、次見る場所はどこですか？トランク。お、さすが。はい。トランクルームですね。まあ、内張り全部あって、はい。まあ、こういうところも錆び少なくてというか目立つものは特にないですから安心してもらえればと思います。はい。で、早速ここら辺をめくっていきましょう。そういえばトランクハウスと見なかったな。でもまあ全然綺麗だね。ちょっと映んない？うん、まあ目立つ錆びなく綺麗です。ちょっと汚れてるね。はい。まあでもそんな汚れてないか。普通か。いや、綺麗です。そうだね。だいぶ綺麗ですね。はい。という感じでした。で最後に見るのはよいしょ、下回りですね。はい。下回りに関しても、ここから覗いてもらうと分かるんですけど、まあ綺麗ですよ。上面が綺麗でエンジンルームがこれだけ綺麗だったら、はい、まあ下も当たり前で綺麗ですね。はい、そうで結構ね V スペックこのステッカーを貼ってる人、はい、ステッカーチューンっていうんですかね、はい、っていう人車もあったり、うちでもたまに入ってくるから、まあ、そういう車あるんですけど、標準グレードに V スペックのステッカー貼ってる車あるんですけど、はい、V スペックか V スペックじゃないかはこのデフを見ると結構一発で分かって、はい、この今縦にフィンが入ってるでしょ、はい、まあ、これが入ってるのが V スペックという感じでございます。まあ、デフのケース変えちゃったら分かんないけれども、はい、まあ、そこまで変える人ってあんまりいないと思うので、なかなか、はい、っていう感じでございます。はい、まあ、ここまでが車の、まあ、ざっくりした社外品でしょ、はい、と車のない外装のコンディション的なところですけれども、はい、まあ走行距離も少ないし、はい、ない外装エンジンルーム下回り、まあ、どこ取っても
コンディションは抜群にいいんじゃないかな。でしかも、さっき言ったように特別なミッドナイトパープルっていう色のしかも、後期型のモデルという形になっていて、そうで33の GTR って、よし何年ぐらい作られてたの？10年ぐらいです。10年ぐらい、まあ普通の車って1モデル大体、まあ、8年から10年ぐらいかな。10年になると結構ロングセラーかな。大体なんか7、8年ぐらいでフルモデルチェンジ入るような感じなんですけども、この車実はですね、平成7年にデビューして平成10年で終わってるんで、たった4年なんですよ。7、8、9、10、4年間。それだけだ。そう、っていう感じなんですよ。32が6年、1、2、3、4、5、6だねっていう感じで、まあ簡単に言うと32よりも2年も短いわけでね、販売している期間で、しかも32の GTR よりも結構大きいじゃん。そう、この大きさが32と比較すると大きくなっちゃって、当時は結構不人気だったので、あまり売れなかったんですよ。でまあそれはまあそこまではまあ大体みんな知ってる話なんだけど、これねどれぐらい売れてないかっていうと、32の GTR の生産台数っていうのかな、販売台数っていうのかな、がね大体ね4万3000台ぐらい売れたんだって。で33に関しては、1万6000台しか売れてないらしい。半分以下。そうでしかもさっき言った後期型っていうのは平成9年の2月ぐらいから始まるんだけど、平成9年に売れた台数は2700台。この方の最後の平成10年式に関しては1200台ぐらいしか売れてないんですよ。それぐらい希少な車ということです。だからさっき言ったようにたくさん売れてる数ある歴史の中でも一番売れなかったモデルの一番売れなかった最後の平成10年式1200台の中の、かつミッドナイトパープルのかつ V スペックというと、かなり珍しい個体なんじゃないかなと思っていて、でしかも、この綺麗さを保っているっていうのはかなりポイントが高いんじゃないかなというので、ただ色だけ特別っていうわけではなく、そこにさらにいろんな要素が絡まってすごく特別な車ということでございます。まあそんな感じです。であとはね、まあほとんどノーマルなので乗り心地もこれめちゃめちゃいいんですよ。だから結構ね後ろとか乗ってもさ全然広いから、ちょっと乗るけど、33のいいとこはそこで、まあ全然広いたってセダンとかと比べれば広くはないよ、広くはないんだけど、でも結構ねこれでね移動できる。そうこれね全然余裕だもん。僕は身長が177ぐらいですから、もうちょっと小柄な人だったりとか、まあ、それこそ子供とかだったら後ろ全然余裕で出かけられるんで、余裕ですね。メインカーにしてもいいんじゃないでしょうか。確かに。そうこれが32とか他のスポーツカーとの結構違いで、まあ言ってもやっぱりスカイラインですから、元のベースはね乗用車なので、そう結構快適性はあるんじゃないかなと思います。だからうちの中で言うとね、何度も言うようにその横タクシーのお客さんが多いじゃん。で横タクシーの人って、1人に対して1台ないし持ってても2台なのかな車。だから、本当は家族とかいる人とかだったらミニバンとか買ってさ、出かけたりとかする人多いんだけど、みんなやっぱりスポーツカー好きだから、こういう2ドアのスポーツカーとかにちっちゃい子連れて結構いろいろ遊び行ったりとかしてるよね。僕の友達仲いい人なんかも3人一緒に乗ってるけど、その人なんかはいつも子供を後ろの席に乗せて、そうなんですね、大黒行ったりあっち行ったりこっち行ったり、アクティブに動いてるという感じですね。こんな感じでございました。じゃあ最後まとめましょう。今回紹介させてもらったこの車、まとめで言うと特別な 33GTR でしたと。で何が特別かっていうと、まずは、ミッドナイトパープルって色、もちろん純正色です。ミッドナイトパープルって色に、でしかも、後期型、ただですら販売台数が少なかった 33GTR の中の後期モデルの、しかも平成10年の最終型、わずか1200台ぐらいしか作られなかった中の1台で、しかも、グレードは V スペックで、さらに、内外装エンジンルーム下回りめちゃめちゃ綺麗な1台で、まあ、ほとんどノーマルっていう感じです。こんな特別なで、しかも距離がね8万8000キロぐらいですか、っていう感じなので、まあさっきも言ったように大事に取っておきたいなって思いましたが、大事に取っておきたいなっつって約10ヶ月ぐらい取っといて500キロぐらいしか乗らないので、そうすると
やっぱバッテリー上がっちゃったりとか車のコンディションも落ちてっちゃいますから、ちょっとやっぱ乗ってくれる人に買ってもらえたらいいなっていうことで、売ろうと思いますという感じでございました。もし欲しい人がいたら問い合わせしてください。じゃあ、よし、なんか質問ありますか？値段はまだ決まってないんでしたっけ？そうだよね。肝心な値段は、決まってなくはないんですが、じゃあいくらだと思いますか？高いのは間違いないと思う。高いのは間違いないので、800万とか。おお、なるほど。いい線いくね。買い取りだったらそれぐらいかな。もうちょっといってもいいかな。この内容だったら買い取りで800からもうちょっとつけてもいいんじゃないかな。今33結構値段上がってるからね。販売価格に関しては、1000万ぐらいになります。その桁いっちゃう。はい、いきますいきます。やっぱ当時の33の値段知ってる人からすると、いや33で1000万ってどうなのよみたいな話になるんですけど、ただね、結構最近本当に値段上がってて、ちょっと前32でさ一緒にドライブした動画あったと思うんだけど、その時にちょっと一回話したのが、32と33同じコンディションぐらいであったとしたら、どっちが高いですかねみたいなのをヨッシーが質問してて、で、まあ同じぐらいじゃないかな、もしくは場合によっては32の方が高いんじゃないみたいな話を当時してたんですよ。でそれぐらいやっぱ俺の頭の中でも、33ってあんまり当時人気なかったしねみたいなところがあったんですよね。なんですけど実際のところですね、今中古車相場とかオークション会場の相場とか見てると結構33値段上がってて、別にこんな特別な車じゃなくても、前期でも距離少なければ600、700ぐらいは税別で入ってるんで、オークションの競り値でね、結構いきます、結構いくのよ。ってなると市場価格としては1000万ぐらいは、全然あってもいい車なんじゃないかなと思います。なんでもしそれで欲しい人がいればっていう感じなんです。改定がつかなければ大事に僕は持ってます。リアバンパーも頼んだしBBS のホイールもあるから、あと車庫帳を入れて、マフラー変えて、触媒はいいの入ってるからね。でちょっと街乗り快適仕様にしてもいいんじゃないかなと思ってる。っていう感じでございました。よろしいですか？大丈夫です。はい。じゃあ本日ここまでで、よろしくお願いします。引き続きよろしくお願いします。今日はありがとうございました。